こんにちは。今日はアンカーから発売されたディスプレイ付き USB 充電器を分解レビューしていきます。こちらです。45W1 ポートの USB 充電器となっていて、ディスプレイで現在の充電状況を確認できるという製品です。さらには充電のモードを切り替えられるという面白い機能も搭載しています。今日はこの製品の中身が一体どうなっているのか、熱設計はどうなっているのかを確認するため分解していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。皆さん、今年もテクノフロンティアの季節がやってきました。2026年7月15日から17日までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のメカトロニクスとエレクトロニクスの専門展示会です。無料で聴講できる講演やセミナーなど、エンジニアにとって役立つものが非常に多い展示会となっています。そしてその中でも一番おすすめしたいのが恒例の一見ラウンジで、今年のテーマは車載 EMC です。正直 EMC は分かりにくくて難しい分野です。でも今回はあえてそこに踏み込みます。完成車メーカーとサプライヤー各社のプロフェッショナルが集結して対談形式で登壇者に一見が EMC について深く切り込んでいきます。これから EMC を始める人、始めたばかりで EMC について詳しく知りたい人にはぜひ来てほしいです。詳細は概要欄の URL から確認お願いします。まずは充電器の基本的なスペックを確認していきます。冒頭で述べた通り、ディスプレイ付きの 45W1 ポートの USB 充電器です。こういう風にディスプレイが付いているからか、充電ポートの位置は少し変な位置にあります。よくある USB 充電器をコンセントに挿すと USB-C の差し込み口は上に行きます。なんですけども、こちらの USB 充電器はディスプレイが上側にあるためか、こういう風にですね、はい、少し変な方向から出てしまいますね。ただプラグの部分がこういう風に180度回転するので、一応上方向にもこういう風に USB の端子を引き出すこともできます。このスイングプラグについては可動範囲が広いので耐久性が気になるところですね。では実際に充電を始めてみます。そうするとこのように表示が変わって、はい、急速充電中となりました。映像で見るとディスプレイは暗いんですけども、実際に肉眼で見てみるとそこまで暗くはないです。かといってものすごく明るいというほどでもありません。こちらの電力表示についてはプラスマイナス 1W くらいの誤差はありますが、この充電器の場合ですとどれくらいの電力で充電しているのかが分かれば良いくらいの目的で付けられているものですので、 1W 程度の誤差があっても実用上は全く問題ないです。こんな感じでですね、ディスプレイがあるんですけども、さすがにディスプレイだけ追加したわけではなくて、こちらに操作ボタンも用意されています。これは物理ボタンではなくてタッチセンサータイプです。1回のタップでこういう風に表示の切り替え、長押しするとこの方向180度回転します。そして項目が選べるようになっているんですけども、こういう風に2回タップすると切り替えできます。こちらにですね、温度表示があるんですけども、これは充電器の内部温度を表示しています。低温、常温、高温の3段階です。実際充電器内部の温度が高い状態ですと、このように高温表示が出るようになります。充電モードの切り替えは急速充電モードか保護充電モードの2種類が選べるようになっています。急速充電の方が早く充電が完了して便利ではあるのですが、バッテリー保護の観点から充電電力が低い方が良いというニーズもあります。そういった場合は充電電力を制限する保護充電モードを選ぶと良いでしょうね。実際切り替えてみるとこんな感じ。保護充電モードに入って、先ほど 27W だったものがこんな感じでですね、最大でも 17W ですか、そのくらいの電力で充電するようになります。充電モードについてもしっかりと保護充電中というのが出ています。ちなみに1回電源を抜いてまた挿すとこんな感じで保護充電モードから抜け出して急速充電モードに切り替わります。多分保護充電モードをまま使っていて充電が遅いとかそういうクレームがつきそうですからね。いちいち保護充電モードに入るのはめんどくさいんですけど、まあここら辺は仕方ないですね。充電モードの違いでどのように充電電力を制御しているかなんですけども、それは USB 充電器側の PDO を制御しています。急速充電モードでは最大 45W です。一応 PPS もこのように対応しています。保護充電モードはどうかというと、
こんな感じです。出力電力は最大 20W となります。出力電圧についても急速充電モードは 20V までいけるんですけども、保護充電モードですと 12V に制限されています。一応 PPS は使えるみたいです。こういった最大充電電力をユーザーが選択できるというのはなかなか面白いですし、うまいことニーズを拾ったなとは思います。ここら辺の充電プロトコルは割と高機能な実装がされているのか、Apple 製品のモデル検知機能も実装されています。実際に iPhone を挿してみると、こんな感じですね。iPhone 17 Pro と表示されました。そしてバッテリーが何%まで充電されているかというのも充電器本体に表示されるようになっています。ちゃんと 74% で一致していますね。他の Android スマホを充電するとどうなるかというと、充電はされますけどもバッテリー残量がいくつだとかそういったものは特に表示されません。表示されるのは充電電力だけです。ただ全ての Apple 製品に対してモデル検知をするわけではないので、使っているモデルが対応しているか、そのあたりは要確認です。モデル検知については現状ですとおまけ機能みたいな感じですね。ただここでモデル検知ができてモデルが表示できたとしても、現状それがどうしたのみたいな感じですよね。将来的にこれを使って何かするみたいのがあれば面白いです。ここからは実験ベースで確認した性能を見ていきます。まずは2025年にアンカーから発売されたディスプレイなしの 45W 充電器との比較です。どちらも1ポートで電力も同じ 45W なのですが、今回出たものはディスプレイやスイングプラグ機構をつけているためか、全体的に体積が大きく重さもあります。そのためか充電器としての重要な性能指標の一つである体積あたりの電力は悪くなっています。ただし悪くなっているとは言いつつ、1立方センチメートルあたり 1W 近くありますので、十分に小さい USB 充電器です。また放熱に効いてくる表面積あたりの電力は実は良くなっています。体積が大きくなって表面積も大きくなると放熱としては有利になります。次は電力変換効率の測定を行いました。これはコンセントからの交流電力をどれだけ効率高く USB 充電で使う直流電力に変換できるかを示すものです。効率が高い USB 充電器ほど USB 充電器本体で発生する電力損失が少なくなり、その結果発熱も少なくなります。こちらが結果です。横軸が出力電力、縦軸が電力変換効率です。最近の USB 充電器らしく効率は全域にわたって高いです。最高効率は 20V 出力の時に 92.5% です。ついでにコンセント電圧が 200V の時の測定も行いました。最高効率は 93.7% です。かなりいいです。こういった充電器は基本的に 200V で使った時の方が効率は高くなります。損失カーブも載せておきますので、確認したい人は一時停止で見てください。次は本体の表面温度を測定しました。最高温度は本体上部で73度でした。基本的には側面が熱くなってディスプレイの面にはそこまで熱は伝わっていないようです。タッチセンサー周辺も熱くはなっていますが、内部構造的なものなのかそこまで熱が伝わっている様子はないです。次は温度と関連してサーマルスロットリングが起きるかどうかも見てみます。サーマルスロットリングとは USB 充電器本体が加熱によって壊れるのを防ぐために出力電力を意図的に制限する機能のことです。こちらが実験環境です。一番発熱する部分に熱電椎を貼り付けて充電器の表面温度を測定しました。こちらが実験結果です。充電開始直後から 45W を出力。実験開始70分で温度が飽和して最高温度は74度に到達しました。特にサーマルスロットリングなども起きておらず、安定的に動作継続していました。ディスプレイがついているので放熱的には少し不利になるかとは思っていたのですが、どうやら放熱にはそこまで影響はなかったようです。ここからは分解していきます。分解する前にせっかくなんでディスプレイがですね、どれくらい保護されているかも確認します。こういう充電器ってカバンの中に入れて持ち運ぶことが多いと思うんですけども、他のものでこすった時にどれくらい傷つくかですね。まずは鍵ですね。こんな感じで傷つきました。ただ結構思いっきりガリガリやんないとここまでの傷にはなりません。軽くこするくらいですとこんな感じ。傷はつくといえばつくんですけども、樹脂がかなり丈夫なので思いっきり引っかかない限りは傷はつきませんね。小傷ぐらいなものはつきます。
ここからは分解していきます。ある程度分解したものをこちらに用意しました。中身を取り外すとこのようになっています。使っている時はそこまで注意深くは見ていなかったのですが、ディスプレイは全面映しているわけではなくて半分だけ使っているみたいです。ディスプレイと USB 充電器の接続はピンヘッダーコネクタを使っています。ちょうどこの部分にピンヘッダー見えますね。ディスプレイが筐体に接続されている時は充電器モジュール側から見るとこのようになっています。ちょうどこの部分にピンヘッダーが見えています。この部分に充電器をこういう風に差し込んで接続ができるという風になっています。このようにディスプレイが収まる部屋と充電器が収まる部屋は分かれています。こうなる理由もだいたい予想ついています。この充電器の熱伝導系の材料は青色の放熱用シリコーンパッドと灰色のシリコーンポッティング剤です。ポッティング剤がディスプレイ側の部屋に流れ込んでいかないようにするために部屋を分けたのかと思います。あとは組み立てている時や実際に使っている時の振動で熱伝導系の材料がちぎれることもあるので、そのカスがディスプレイに入り込まないようにするというのもあるかと思います。ただこれについてはディスプレイはもともと金属ケースで覆われているので、異物が侵入するというのは金属ケースである程度防止はできていると思います。ディスプレイカバーの内側について、こちらのディスプレイが何もない領域についても実は放熱に使われています。筐体とディスプレイカバーはこのようにくっつくわけですけども、筐体の内側を見てみるとちょうどこの部分ですね、熱伝導シリコンパッドとポッティング剤があります。充電器の部品でいうとちょうど変圧器があります。変圧器もかなり発熱する部品です。それを熱伝導シリコンパッドに押し付けてディスプレイの面から放熱するという方式をとっています。実際サーモグラフィーを見るとよくわかるんですけども、ディスプレイのこの部分についてはよく発熱していましたよね。このようにディスプレイの面からも熱を逃がす設計をしています。次にタッチセンサーの部分ですね。これは静電容量式のセンサーとなっていて、タッチ部分の内側を見てみると金属シートが貼り付けられています。さらに充電器の基板から伸びている金属端子に接触するという構造をしています。充電器モジュールの部分も見ていきます。充電器自体はかなりコンパクトになるように設計されています。実際持ってみるとびっくりするほど小さいです。これで 45W ですからね。放熱の設計としては基本的に全ての面から熱を逃がすような設計がされています。熱伝導の主体は先ほども話したように放熱用シリコーンパッドとポッティング剤です。高さのない表面実装部品が実装されている平坦度の高い面については青色の放熱用シリコーンパッドを押し当てる方式です。複雑な形状に入り込んでいく部分にはポッティング剤を流し込むようにして使っています。また充電器2次側の USB プロトコル IC 部分についてはポッティング剤とシリコンパッドの合わせ技も見られます。この場合ですと先にポッティング剤を IC に塗ってその後にシリコンパッドを貼り付けということをしています。でこちらの面も同様に放熱用のシリコンパッド。こちらの面は平面は多いんですけども、この電解コンデンサ周りが少し複雑な形状をしていますのでポッティング剤が主体となっています。さらにこちらの面については少し厚めのシリコンパッドが使われています。パワー半導体が実装されている面です。そして底面部分については先ほども話した通り変圧器にシリコンパッドを密着させてディスプレイの面から放熱させるという風になっています。このようにコンセントのプラグが刺さっている面があるんですけども、この面からポッティング剤を流し込んでいきます。そして最後にコンセントのプラグで封をするという風になっています。充電器部分についてさらに分解していきます。分解していくとこのようになります。基板は3枚構成です。こちらが主に変圧器などのスルーホールのパワー系の部品がまとまっている基板です。電解コンデンサーは JSH が多用されています。表面実装の面にはオールインワンの DC-DC コンバーター IC があります。当然窒化ガリウムパワー半導体です。残り2枚の基板には部品保持と絶縁の役割を兼ねたプラスチックの部品がはめられています。まずはこちらの基板を見ていきます。こんな感じでね、取り外せます。この基板は変圧器の二次側回路に使われるパワー半導体や IC が載っています。こちらの IC については053201と書かれているものがおそらくディスプレイを制御するための MCU です。裏側も見てみます。この IC 部品 PY259128 はフラッシュメモリーです。多分ですけど、設定情報やディスプレイに表示する情報を保存しておくためのフラッシュメモリーです。その横に高分子系の電解コンデンサーもあって、こちらも JSH です。
最後の1枚の基板が USB プロトコル IC 周りの回路が載っています。こちらの白いプラスチックカバーがあるんですけども、これですね、2組に分かれます。実はこの基板はコンセント側の高電圧の回路と USB 出力側の低電圧の回路が混在している基板です。その回路を分けるために基板にスロットが掘られていて、そこに絶縁のためのプラスチックを固定するという構造をしています。USB のプロトコル IC は SM001H というものが使われています。調べた限りですとどこのメーカーかは分かりませんでした。というわけで、アンカーから発売されたディスプレイ付きの 45W USB 充電器を分解してきました。アンカーについてはもともと設計力や技術力がある会社だとは思っていましたが、今回分解してみて一段と技術力を増しているような感じがします。アンカーはこれまでにもディスプレイが付いている USB 充電器やモバイルバッテリーをたくさん発売してきていますので、そのあたりの経験値の積み上げがかなりあるのかと思いました。今日分解した製品の購入リンクは概要欄にありますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価をお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。